皆様こんにちは。小玉でございます。今日は私が書きました国行3についてご紹介いたします。この本なんですね。この本はですね、国行1、2と比べましてね、360ページあるんですよ。360ページの中にね、恋をいっぱい紹介してあります。で、この本の内容はですね、恋の価値について解説しております。皆様ご承知の通り、恋はですね、一匹一匹その美しさが全部違うんですね。100尾おれば100尾全部違う。1000尾おれば1000尾全部違うんですね。で、その全部違う、その美しさが違う。すなわちですね、恋の美しさが違うということは、恋の価値が違うということなんですね。そのことについて解説した本なんですね。実は私ですね、50年前にこの恋の世界に入りました。で、ディーラーとしてその仕事を始めたわけですけども、ディーラーはですね、新潟に行きましてね、新潟は西鯉の世界一の生産地なんですけども、新潟へ行きまして鯉を仕入れて、そして愛好家の皆さんにお届けするのが仕事なんですけどね。で、新潟へ行くわけです。新潟へ行きますとですね、新潟にはもう鯉の養魚場で鯉がいっぱいあるわけですね。で、秋になりますと、その養魚場から鯉がドーンと池上げされてくるわけです。で、生産者のね、池にですね、各生産者はですね、こういったコンクリートの池を持っているんです。で、コンクリートの池に、その池から上がった鯉を入れるわけですけども、彼らのこの池はですね、10個とか15個とかね、池が制限があるんですね。数がそんなにないわけですね。ということはどういうことかというと、たくさんの鯉を入れますからね、ここに値段をつける。例えばここ300ドル、500ドルと値段つけるんですけども、あまり鯉が多いものですから、300ドルのとこに全部300ドルの鯉を入れきれないんですね。300ドルのところにですね、350ドルとか500ドル、400ドルとか、そういったね、300ドル以上の鯉がもう入っちゃってるんですね。ですから、我々鯉屋はですね、ディーラーはですね、この中から300ドル以上の鯉を見つけ出すというのが我々の技術になるわけですね。これがまたとても楽しいんですけども、で、実は私もね、最初から50年前にからですね、鯉を救う力があったわけじゃないんですね。50年前、私駆け出しの頃はまだまだ鯉のことを全然してませんですからね、ここから鯉を救う時にですね、私は大きければ大きいほど価値があると思いましてね、大きい鯉を越して優先的についたわけですよ。大きい鯉を。そうしますとね、隣にいたですね、鯉屋さんがですね、クスクスクって笑うわけですよ。なぜ笑うんだと聞きましたらね、児玉さん、大きい鯉ついちゃダメだ。鯉の中にはですね、小さくてもこれ将来良くなる鯉の価値のある美しい鯉がいるんだと。そういう鯉を救わなくちゃいけないんだよということを教わったんですね。あ、なるほど。鯉には大きい小さい関係ないんだ。小さくても美しくなる鯉、価値のある鯉があるんだということを分かりまして、それ以後ですね、一生懸命勉強したわけですよ。で、50年いろいろたくさん勉強しまして、で、そのことをまとめたのがこの本なんですね。それで、これは我々生産者にとっても大事なことなんですけども、これは実はお客様にとってもとても大事なことなんですね。お客様がね、鯉屋さんに行きまして、鯉が欲しいなと思って鯉屋さんに行きますと、こうした生けすに、水槽に鯉、ね、水槽に、が並んでおりまして、ここにですね、鯉が入っているわけです。ここに100ドルの鯉とか200ドルとか300ドルの鯉が陳列してあるんですね。で、ここもですね、100ドルのとこに100ドルの鯉を揃えて入れることができません。100ドルの鯉にはですね、120ドルとか150ドルとか200ドル近いと鯉が入っているわけですね。ですから皆さんはですね、ただこの中に、むやみにね、買うではなくてね、この中で美しい鯉、価値のある鯉を探さなくちゃいけないんですよ。ね、100ドルのところで200ドルの鯉を買うというのが鯉の楽しみなんですね。じゃあ、この価値のある鯉をどうして探すか。それはあなたね、勉強しなくちゃいけない。じゃあどこで勉強するか。それは私の書いたこの本で勉強するんです。ね、この本にはですね、
きちんと解説して、この二匹の鯉、例えば二匹の鯉で、この鯉はどちらの鯉がいいですよ、この鯉はこちらの方がいいですよということがこれ解説してあります。ですから皆様はこの本を見て、この本を読むうちにですね、自然と勉強できるんです。この鯉よりこの鯉が価値があるということをね。で、皆さんはね、鯉屋さん行く前にこの私の本でね、鯉をまず勉強する。勉強して鯉屋さん行きますとね、とても楽しい鯉ハントができるというこうした仕組みなんです。